Welcome to K-Boys Flutter University ということでやってまいりました。今回の K-Boy のフラッター大学 K-Boy こと K 藤川がお送りいたします。ちょっと音質上昇のためにマイクをね買ってやってみたわけなんですけれども、いかがでしょうか。前回はフラッターの全体像、そしてウィジェットにはどんなのがあるのかっていうのを簡単に解説しましたけれども、今回はそこで覚えたウィジェットをちょっといろいろ実際に使ってみて、実際にどういう風に見えていくのかというところをちょっとやってみたいと思います。ということで、環境構築をね最初済ましてある前提で進めていきます。環境構築で作ったプロジェクトをまず開いてください。環境構築で作ったプロジェクトはこういう感じで、ここに一覧で左側にね表示されてると思いますので、そちらを押してください。はい。で、開きますと。で、そしたら一旦ですね、オープン iOS シミュレーターを押して、今回 iOS のシミュレーターを開いていきますと。で、Android のシミュレーターでもいいです。Windows の人はね、iOS ないんで Windows のシミュレーターを AVD マネージャーから、ここですかね。ここじゃねえや。AVD マネージャーからここですね、起動して、でやっていただければと思います。はい。ということで iPhone のシミュレーターが開いたので、ここの他の僕のはいろいろつながっちゃってるんで出てるんですけども、これですね。僕の場合は iPhone 11 Pro Max。人によっては iPhone SE だったりすると思いますが、シミュレーターで開いてあるやつを選択してください。で、コントロール D のキーボードを打ちます。はい。ということで、開けましたでしょうか。はい。このデフォルトの、カウントアップしていくデモアプリが開けたと思います。はい。これをですね、今回ちょっといろいろいじりながら、いろんなウィジェットをね、実際に使ってみて体感していきましょう。ということで、まずこのね、メインインダートっていうね、最初のところ、開いていただければと思います。はい。メインインダート開いたら、ちょっといろいろバーって並んでるんですけれども、今回あんまり、細かいね、ことを気にせずに、一旦ね、ウィジェットをね、体感していくというところにフォーカスしていきたいと思います。はい。この辺にあるこの This is a teamer of your application とか書いてるのはもう消しますね、一旦この辺は。ちょっと邪魔なんで。はい。この辺のコメントアウトされてるやつなんですけども、この辺も消します。はい。で、この辺にあるコメントは自動でついてるやつなんで気にしないでください。ということで、今回の今開いてるデモアプリは、マイアップがあって、マイホームページがあって、マイホームページステートがあるという3つのクラスがね、並んでますね。はい。で、今回は、で、これがね、前紹介したステートフルウィジェットであり、これがステートですね。いわゆる状態を持っているステートという感じなんですけれども、先々ね、ステートレスウィジェットを中心に使って、プロバイダーモデルで実装する、チュートリアルで作っていきたいと思ってるんですが、今回は、そういうことね、細かいことは一旦置いといて、ウィジェットをね、使っていくというところを確認していきたいと思います。とりあえずね、覚えるために、練習のためにやっていきます。はい。ということで、まず、ちょっとフラッターインスペクターって右側にこの出てるやつを開いてみます。そうすると、今のこのウィジェットの構成がね、表示されてるんですよ。マイアップがあって、その下にマテリアルアップがあると。その下にマイホームページがあって、スカフォールドがあって、センターがあって、スカフォールドの中にはセンターとアップバーとフローティングアクションボタンがあります。はい、スカフォールドっていうのが、全体をね、この全体なんですけれども、このスカフォールドっていうのにナビゲーションアップバーっていうこれとか、このボディの部分にこのね、グレーの部分の、UI を入れたりとか、このフローティングアクションボタンっていうね、ここ右下にあるボタンとかっていうのを入れることができますので、スカフォールドは結構便利なんで今後もね使っていきたいと思います。スカフォールドの子供にアップバーがあって、ボディがあって、フロンティングアクションボタンがあって、この子供にいろんなねウィジェットを追加することで、アップバーとボディとフローティングアクションボタンにいろんなものを追加していけるというイメージですね。はい。別にこれはなくてもよくて、例えばフローティングアクションボタンを押して、
今コマンド S で保存すると右見たら分かると思うんですけど、フローティングアクションボタンは消えます。ボディも試しに消してみようと思いますね。はい、こんな感じで消えました。アップバーも消せるのかな。アップバーも消してみますか。はい、消えました。これで、アップバーの中には何もなくなったし、ここはホットリロードじゃ更新されないっぽいけど、まあここはそうですね。ここはホットリロードじゃ更新されないっぽいんですけど、今実際にはスカフォールドだけになりました、今。で、これ戻して、アップバーと、ボディと、フローティングアクションボタン。戻して、もう一回コマンド S を押すと、コマンド S 押すと反映されました。コマンド S は今保存したらホットリロードされるように設定されてるんですけれども、もし反映されない人はこの稲妻ボタンを押すとホットリロードが反映されるので、使ってみてください。ということで一旦このフラッターインスペクターを閉じて、ここね、いろいろいじりながら右側のね、シミュレーターに反映させていろいろ勉強していきたいと思います。ということでやっていきたいですね。例えばまずは、ここウィジェットタイトルって書いてあるんですけど、今、これはウィジェットのタイトルが入ってきてるんで、このマイホームページに入れられてるタイトルが入ってきてるんですけども、ちょっと一旦例えばここをね、変えてみたりしてみましょう。テキストの中身を、K ボーイのフラッター大学というふうにやってみると、こう右側にタイトルが反映されました。びっくりマークとか言ってまた更新してみると、びっくりびっくりびっくりって右上につきました。はい、ということで今いじってるのはアップバーの中のテキストウィジェットです。はい。アップバーのテキスト、これをね、タイトル消しちゃうとなくなっちゃいます。ので、コマンド S で、コマンド Z でちょっと戻って、もう一回反映するんですけど、このテキストウィジェットをね、ここに反映することができました。ここになんか、例えばアクションズって、ちょっと打ってみてほしいんですけど、このアップバーの中で。で、アクションズの中の、このウィジェットの配列の中に、さらに、じゃあ今度はアイコンをちょっと入れてみたいと思います。アイコンって言って、そのアイコンの中にアイコンズドット、例えば add っていうやつをね、やって保存すると、右側にこれ見てください。保存ボタンが出てきました。はい。ボタンじゃないか。アイコンか。もうたくさん他にもアイコンちょっと置いてみますか。アイコンズ、シェア。はい。シェア出てきました。こういう感じでたくさんここにね、アクションズの中にアイコンウィジェットを今回はちょっと2つ置いてみました。はい。ここをね、もう1個後ろにカンマを押してからやると、こういう感じで成形されて綺麗になります。はい、じゃあちょっとタイトルはこの辺にしといて、今回は、このボディの方ね、この You have pushed the button this many times っていう、この辺とかいじっていきますか。はい。今このテキスト2つあるんですよ。You have pushed the button this many times っていうやつ1つ目と、その下にこのカウンターのね、数字が反映されているやつがあります。はい。このカウンターは実はフローティングアクションボタンで、インクリメントされるんですよ。インクリメントっていうのは1ずつ増やすっていうことなんですけども、オンプレスドされるとインクリメントされるんですが、ちょっと今回はそこの説明は省かせていただいて、単純にウィジェットとして並べるっていうところだけにフォーカスしたいと思います。はい。ということで、例えばここをね、K ボーイさんのはい、K ボーイさんの説明はとても分かりやすいというふうに記入して、ここに書いてみると反映されましたね。はい。で、例えばもう一個、この下にテキスト入れてみましょうか。
これで保存とてもわかるというふうに今並べました。今こうやって並べるとなぜか1、2、3って上から下に向かってこう並んでるじゃないですか。はい、この上から下に並べるためにもやっぱ widget っていうのが必要で、なぜこうなってるかっていうと、このカラムですね。カラムウィジェットの中に入ってるからいけるんですよ。はい。ちょっとね、カラムウィジェットのこれちょっと一旦紛らわしいんで消しますけれども、そしたら上に行きました。はい。カラムっていうのはですね、縦にいくつか並べるためのウィジェットです。はい。これね、いっぱいとてもわかるっていうのを例えばコピーして、おいってやって保存すると、とてもわかるがたくさん縦に並びますね。はい。じゃあ例えばこれ消しますね、一旦。今回はカラムね。消して、今度はカラムに似たローってやつを使ってみたいと思います。ローカッコエンター。ここでチルドレンってやると、ここにいろいろ追加していくんですけども、ここにとてもわかるを入れて保存してみると、どうなるんだ？はい、左側にとてもわかる出ましたね。はい。で、もう一個追加してみると、横に来ました。もう一個横に来ました。とてもわかる。今度は縦じゃなくて横に順番に並びました。ということで、ローっていうウィジェットの中に並べていくと、横にウィジェットを並べていける。テキストウィジェットが横に3つ並ぶと。さっきのカラムの場合は縦に並びましたけど。ということで、こんな感じで縦に並べたいとき、横に並べたいときみたいな、使い分けをしたりします。で、今度は、じゃあこの今センターっていうのがあるんですけれども、センターっていうのもセンターウィジェットっていうやつなんですよね。で、このセンターウィジェットをちょっと邪魔なんで一回取ってみたいと思います。はい。ちょっとキーボードでオプション押しながらエンターを押すと、これが出てくるんで、これの一番下の Remove this widget っていうのを押して、保存、コマンド S すると、センター消えました。で、右側見ると、さっき真ん中にあったね、とてもわかるが一番上に来てます。ということで、基本的には何も指定しなければ、左上に向かってこう、ウィジェットは並んでいくんですけれども、さっきはね、センターっていうのをここに追加してました。逆に追加してみましょう。今度、もう一回戻しますね。オプションを押しながらエンターここで押すと、こういう選択肢が出てくるんで、ここにセンターっていうのを押してみましょう。で、コマンド S で保存。はい、真ん中来ましたね。こんな感じでですね、センターウィジェットを使うと、ウィジェットを真ん中に置くことができます。だからその子供のセンターのチャイルドのこのローが真ん中に来るんですよね。っていうウィジェットがセンターウィジェットです。はい。ちょっともう一個ぐらいいろいろ使ってみますか。ちょっとじゃあセンターもう一回消して、ローだけがあるんですよ。今、ボディのスカフォールドのウィジェットのボディにローが3つあるんですけれども、これなんか左上に寄りすぎて隙間がね、なくてダサいじゃないですか。やっぱり空白っていうのがね、人生にもアプリにも大事になってくるんですね。かのローランド様も空白の美学とおっしゃってるようにですね、今回もとてもわかるの周りに空白をね、設けていきたいと思います。ということで、オプションを押しながらエンターここでやると、パディングっていうのもここにあるんで、こうパディングをしてやると、ちょっと自動的に出てきましたと。パディングコンストエッジインセッツオール8。これをね、すみません、コマンド S で保存すると、ちょっと左上に間隔が出たの分かるでしょうか。ちょっとね、隙間が出るんですよ、これで。わかりますかね。はい。で、次に、じゃあちょっとこのエッジインセットオールの8をなんか32とかにしてみて保存すると、こんな感じで左上が結構広く開きましたね。はい。ということで、エッジインセットオールすると、この周りに32の隙間が開きます。これもちろんね、0にすれば隙間は0になります。はい。そんな感じでパディングっていうね、このウィジェットは、ここにパディングっていうパラメータがね、あるんですけど、これ一旦消してみますか。消して、やべ、怒られた。
ないと怒られる。パディングにエッジ印接、例えばオールで8ってやると8の隙間が周りに開いて、その子供の周りに8の隙間が開きますという形です。はい、パディングはパディングがないとさっき赤くなっちゃったんですけど、これで試しに消して保存すると赤くなってエラーになっちゃいます。はい、じゃあもう一個今回基本的なやつ覚えましょうか。じゃあこのパディングの上にさらにもう一個新しい階層のウィジェットを追加します。オプションを押しながらエンターを押して、今度はコンテイナーをね押します。はい、保存しても何も変わんないんですけど、コンテナはただのねコンテナっていう名の通り箱でしかないんで、囲んでも何も起こらないんですけど、例えば、カラーをねここでちょっと指定してボディのカラーを変えちゃいたいと思います。カラーを押してカラーズレッドでやるとこんな感じで、とてもわかるが赤くなりました。はい、ということで今ねこの上に寄ってるんですよね。というのをこのコンテナを含めたボディ、この全体の大きさがっていうのは、パディングとロー、そしてコンテナ、この構成になっていて、大きさはねこの大きさでしかないんですよ。で例えばこれをね大きさをもっと縦にでかくしたいみたいな時はもうヘイトって押して高さを設定できるんですよ。例えば200ってやるとこんな感じで高さ200になります。400にしたら高さ400になりますね。はい、でもボディ全体に適用したかったらダブルドットインフィニティってやるとヘイトがインフィニティになります。はい、全体になるってことですね。ウィズも横幅も例えば横幅100とかにねすることもできますが、とてもわかるがちぎれてしまってエラーが出ていますっていう感じで、コンテナはこんな感じで高さとか横幅とか色とかね指定できたりします。デコレーションとかにもあったりして影とかもね設定できたりするんですけれども、こんな感じで今回ね基本的なウィジェットをちょっと使ってみました。今回使ったのはスカフォールドっていうね、インポートしてるの見たら分かるんですけど、マテリアルデザイン、前回の動画で言ったマテリアルデザイン系コンポーネントなんですけど、それの下にアップバーがあって、ボディの中にコンテナがあって、フローティングアクションボタンがあるみたいな構成で、これがあるとその骨組みがね最初ベースが作られるんで、やりやすいかなと思います。そんな感じで今回勉強したのは、アップバーとテキストとアイコンとコンテナとパディングとローとあとカラムと、テキストですね、あとフローティングアクションボタン、そんな感じのね、10個ぐらいいったかな、そのぐらいのウィジェットを今回使ってみました。ウィジェットカタログをね見るとめちゃくちゃいっぱい他にもあるんですけれども、今回使ったやつが一番よく使う、フローティングアクションボタンあんま使わないけど、この辺で使ったねコンテナ、パディング、テキスト、ロー、カラムっていうのも一番よく使うウィジェットなので、まずフラット慣れてない方はこの辺のやつをちょっと使いこなせるかどうかっていうのを、今回のやつを参考にちょっと練習してみてください。で次回はボタンを配置して、ボタンを押したら別の画面に画面遷移するっていうねところをやってみたいと思います。はい、そしたらちょっとだんだんアプリらしくなってくるんで、面白くなってくるかと思います。はい、ということでね、もしわからないところがあったりする方はですね、オンラインサロンの方で質問に答えたりしていますので、ぜひ概要欄の方からオンラインサロンをチェックしてみてください。現在は5月8日時点では定員満帆なので受け付けておりませんが、また6月ぐらいから追加募集をかけたいと思っております。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。See you next time. This is K-Boys Flutter University.